2026年4月、韓国、ソウルのある静かな住宅街で起きた、一つの小さな奇跡の話だ。祖母の葬儀から3日後のことだった。孫娘のジョンは、まだ涙が乾かないまま、祖母の寝室の片付けをしていた。ベッドのシーツを剥がそうとした時、枕の下から一冊の古びたノートが滑り落ちた。表紙は日に焼け、端がほつれていた。それでも、そこに記された文字だけは、はっきりと読めた。ジョンへ。自分の名前を見た瞬間、彼女の手が止まった。胸の奥で、何かが静かに揺れた。ノートを開くと、祖母の丸みを帯びた筆跡が、ページいっぱいに広がっていた。日付は、30年以上前のものだった。最初のページには、祖母自身の結婚前夜の気持ちが、震える字で綴られていた。不安と喜びと、誰にも言えなかった恐怖が、そこにあった。そして、ページをめくるたびに気づいていく。これは単なる日記ではない。と、祖母は30年という歳月をかけて、まだ生まれてもいなかった孫娘の人生に、手紙を書き続けていたのだ。孫娘が結婚する日のこと、迷った時、泣いた時、誰かを愛した時、その全ての場面を想像しながら、言葉を残していた。一枚のメモが、ページの間から舞い落ちた。あなたが揺らいだ時、これを読んで、ジョンはその場に崩れ落ち、声を上げて泣いた。祖母はずっと、自分の一歩先に立って、待っていてくれたのだと、初めて、分かった。では、この祖母とは一体、どんな人物だったのだろうか。次回は、ジョンと祖母、二人の物語の始まりへと遡る、1970年代、韓国のソウル郊外、小さな村に、一人の女性がいた。名前は、ソンジャ。当時、23歳。彼女は裕福でも、特別な才能があるわけでもなかった。だが、誰よりも言葉を大切にする人だった。嬉しいことがあれば、書いた。悲しいことがあれば、書いた。誰にも言えない気持ちを、彼女はいつも、ページの上に静かに置いた。日記は、彼女にとって、唯一の友だった。その頃の韓国は、激しく変わりゆく時代の中にあった。都市へ向かう人が増え、古い価値観と新しい風が激しくぶつかり合っていた。結婚とは、家と家が結ばれることだと、誰もがそう信じていた時代だった。ソンジャにも縁談が来た。相手は、隣の村の青年、穏やかで、誠実な人だと聞いていた。会ったのは、たった2度だけ。それでも、はい、と答えなければならない。そういう時代だった。彼女は迷った。愛とは何か、まだわからなかった。ただ、不安だけが、胸の中でゆっくりと膨らんでいた。結婚前夜、ソンジャは一人、部屋の隅に座り、ろうそくの灯の下で日記を開いた。そして、書いた。自分の気持ちを、自分への問いかけを、そして、まだ見ぬ未来への、静かな誓いを、その夜のページが、すべての始まりだった。30年後、彼女はまだ書き続けていた。今度は、自分のためではなく、ある一人の存在のために、生まれたばかりの、小さな孫娘のために、その子の名前は、チヨン。ソンジャが、この世で最も愛した人間だった。二人の物語は、チヨンがまだ言葉も話せなかった、あの冬の朝から始まる。チヨンが初めてソンジャの腕に抱かれた日、外は、音もなく雪が降っていた。生まれたばかりのその子は、とても小さかった。手のひらに乗るほどの、か弱い命だった。それでもソンジャは、迷わず抱き上げた。まるで、ずっと待っていたかのように、チヨンの両親は、若かった。不安で、疲れていて、笑顔の奥に緊張を隠していた。そんな二人を見て、ソンジャは何も言わなかった。ただ、そっとチヨンの額に口づけをした。それだけで、部屋の空気が変わった。チヨンが3歳になった冬、最初の試練が訪れた。高熱が、3日3晩続いた。病院の廊下で、若い母親は泣き崩れた。父親は、ただ壁を見つめていた。誰もが、怖かった。その時、ソンジャは一人で夜通し病室に残った。チヨンの小さな手を、両手で包みながら、眠ることなく、夜明けを待ちながら、朝になって、熱が引いた。チヨンが初めて、薄く目を開けた。そしてまっすぐ、ソンジャを見た。その瞬間をソンジャは、後に日記にこう記している。この子は、私を見た。名
前も呼べないのに、私を見た。それだけでもう十分だった。チヨンはまだ何も知らない。あの夜、誰が隣にいたかを、あの冬、誰が手を離さなかったかを。でも、ソンジャは知っていた。愛は言葉より先に伝わる。ぬくもりは記憶より深く残る。そして、二人の間には見えない糸が結ばれた。それは時間が経つほど、ほどけるどころか、強く、深く、編まれていった。チヨンが成長するにつれ、ソンジャの日記もまた、増えていった。チヨンは、少しずつ変わっていった。子供の頃の丸い笑顔は、やがて静かな微笑みへと変わり、駆け回っていた小さな足は、どこへでも自分で歩いていく足になった。ソンジャは、その変化をすべて見ていた。声には出さず、表情にも出さず、ただ、日記に書き続けた。チヨンが初めて泣いた夜のこと、チヨンが初めて誰かを好きになったこと、チヨンが初めて裏切られて、何も食べられなかったあの週のこと、ソンジャは何も言わなかった。ただ、隣に座っていた温かい茶を置いて、何も聞かずに、それが、ソンジャの愛し方だった。人生には、言葉が届かない瞬間がある。どんなに正しいことを言っても、心に入らない瞬間が、そういう時、人はただ、誰かのぬくもりだけを必要とする。ソンジャは知っていた。自分もかつて、そういう夜を越えてきたから、結婚前夜、誰にも言えなかった不安。新しい家に入った朝、一人で流した涙。子供を産んで、初めて自分の母を恋しいと思った夜明け。その記憶が、ソンジャをチヨンの隣に引き寄せた。過去の痛みが、愛の形になっていた。日記の余白には、こんな言葉が残されていた。私が経験したすべては、あなたを守るためにあった。チヨンはまだ、その言葉を知らない。でも、その愛は、すでに届いていた。言葉より先に、記憶より深く、二人の時間は、静かに重なりながら、やがて、それぞれの幸せへと向かって歩き始めていた。幸せとは、静かに積み重なるものだ。誰かが気づく前に、すでにそこにある。チヨンの結婚式の朝は、薄い雲が空を包んでいた。窓から差し込む光は、柔らかく、暖かかった。まるで、誰かが遠くから見守っているような、そんな朝だった。日記帳を胸に抱いたまま、チヨンは鏡の前に立った。白いドレスの自分を見つめながら、ふと思った。祖母は、この日のことを知っていたのだろうか。答えはもう、手の中にあった。日記の中には、祖母が若かった頃の記録だけでなく、チヨンの未来への言葉が、丁寧に綴られていた。まだ幼かったチヨンが、いつか恋をして、誰かを愛して、迷う日が来ると、祖母はずっと前から信じていた。あなたが幸せになる日を、私はもう夢で見た。その一行を読んだ時、チヨンの目から涙がこぼれた。声も出なかった。ただ、温かかった。幸せな記憶というのは、案外、派手ではない。誰かと笑った夕暮れ、手を握られた瞬間、名前を呼ばれた。ただそれだけの夜、祖母が残したのは、そういう時間への祝福だった。しかし、幸せは永遠には続かない。式の数週間後、チヨンの夫が倒れた。突然のことだった。誰も予想していなかった。幸せの絶頂に、予告なく試練が訪れた。あの引き帳のことが、再び頭をよぎった。祖母は、こんな日のことも、知っていたのだろうか。揺れるチヨンの手が、再び日記帳へと伸びていった。チヨンの手が、震えていた。日記帳の表紙を、ただ撫でるだけで、なかなか開けなかった。祖母の体温が、まだそこに残っているような気がした。夫が倒れたのは、式から3週間後のことだった。夕食の途中だった。突然、言葉が途切れた。箸が、音を立てて床に落ちた。救急車が来るまでの時間が、永遠のように感じられた。チヨンはずっと夫の名前を呼び続けた。返事はなかった。病院の廊下で、チヨンは初めて膝から崩れた。壁に背中を預けて、声も出なかった。泣くことさえ、できなかった。なぜ今なのか。なぜ、こんなにも早く、幸せの記憶が、まだ体に残っているのに、その夜、チヨンは日記帳を開いた。祖母の文字が、静かに待っていた。人生には、必ず嵐の夜がある。そういう夜こそ、あなたは一人じゃないと覚えていなさい。私も、同じ夜を越えてきた。
チヨンは声を上げて泣いた。祖母は知っていたのだ。この夜のことを、チヨンが膝を折るような夜のことを。だから、あらかじめここに言葉を置いていった。倒れたのは夫だけではなかった。チヨン自身も、あの夜、深いところで何かが折れかけていた。もう、疲れた。このまま、全部手放してしまいたい。そう思った瞬間、日記帳の次のページに目が止まった。揺れていい。でも、手は離さないで。たった一行だった。それだけで、チヨンの指先に力が戻った。祖母は、支えだった。生きている間も、行ってしまった後も、ずっと、チヨンの隣にいた。涙が止まらないまま、チヨンはページをめくり続けた。祖母の言葉が、一つ一つ、灯りになっていった。あの嵐の夜を越えた先に、チヨンはやがて気づくことになる。日記帳が変えたのは、一夜だけではなかった。と、あの夜を境に、チヨンは変わった。変わった。というより、戻った。本来の自分に、戻っていった。結婚式の朝、チヨンは鏡の前に立った。祖母の筆記帳を、胸の前でそっと抱きしめながら、あの嵐の夜、泣き崩れていたチヨンは、もういなかった。涙の跡は残っていた。でも、目の奥には、静かな光があった。祖母の言葉は、答えを与えてはくれなかった。ただ、手を差し伸べてくれた。揺れていい。と、その一言が、チヨンを立たせた。人は、誰かの言葉で変わることがある。それが、生きている人の言葉とは限らない。時を超えた言葉が、最も深く、心に届くことがある。祖母はもう、この世にいない。でも、日記帳のページの一枚一枚に、祖母は生きていた。チヨンの迷いを知っていたかのように、チヨンの痛みに寄り添うように、30年前に書かれた文字が、今夜のチヨンのために、そこにあった。チヨンは気づいた。祖母が日記帳を残したのは、偶然ではない。あの木箱の中に、あの枕の下に、あの一行に、祖母の意志があった。あなたが揺れる日のために、という、静かで、深い愛があった。その愛を受け取った瞬間から、チヨンの選択は変わった。迷いを抱えたまま、それでも前へ進む。弱さを隠さず、それでも手を伸ばす。祖母が生きたように、チヨンも生きると、心に決めた。日記帳が変えたのは、あの一夜だけではなかった。チヨンの、これからの生き方そのものを、変えていた。そして、その筆記帳には、まだ読んでいないページが、残っていた。チヨンは、震える手でページをめくった。まだ読んでいない。その事実が、ずっと胸の奥に引っかかっていた。祖母の三回忌が近づいたある夜、チヨンは再び、あの古い筆記帳を手に取った。残されたページは、たった一枚だった。便箋に貼り付けられた、小さな紙切れ、祖母の筆跡で、こう書かれていた。チヨンへ、これを読んでいるということは、あなたはちゃんと前へ進んでいる。よかった。チヨンは、声を上げた。泣き声ではなかった。笑いでもなかった。ただ、長い長い息が、体の奥から溢れてきた。祖母は全てを知っていた。チヨンが迷うことも、チヨンが立ち止まることも、それでも、最後には歩き出すことも、30年前、祖母は一人の夜に、この筆記帳を書き始めた。誰にも見せず、誰にも話さず、ただ、いつか来る孫娘の揺らぎのために、言葉を積み重ねた。それは、愛の形をした、静かな祈りだった。チヨンは日記帳を胸に抱いた。冷たい紙の感触が、温かく感じられた。祖母の手のひらのように、おばあちゃん、ちゃんと受け取ったよ。その言葉は、声にならなかった。でも、届いたと、チヨンは確かに感じた。窓の外に、春の夜風が吹いていた。カーテンが、ゆっくりと揺れた。まるで、誰かが微笑んでいるように、日記帳は、チヨンの手の中で、静かに閉じられた。もう、迷わない。弱くていい。揺れてもいい。それでも、前へ。祖母が生きたように、チヨンも、生きていく。そして今、あの日から、2年が経った。あの日から、2年が経った。チヨンの生活は、劇的には変わっていない。朝、目が覚める。コーヒーを入れる。夫と、短い言葉を交わす。そういう、ありふれた日々が続いている。でも、何かが違う。以前のチヨンは、迷うたびに立ち止まった。自分の選択を、何度も疑った。これでよかったのか、と、4
中に目を覚ますことがあった。今は違う、迷う、それでも歩く、揺れる、それでも前を向く、弱さを恥じなくなった。祖母の引長は今もチヨンの枕元に置かれている。毎朝触れるわけではない。でもそこにあることが分かっている。それだけで十分だった。結婚から1年が経った頃、チヨンは初めて夫にあの引長のことを話した。全部は話せなかった。言葉にすると何かが崩れてしまいそうで、でも夫は黙って聞いていた。そしてただ一言だけ言った。会ってみたかったな。そのおばあちゃんにチヨンは泣かなかった。ただ静かに笑った。祖母が残したのは言葉だけではない。揺れながらも歩き続けた一人の女性の人生そのものだった。その生き方が今もチヨンの中で息をしている。春になるとチヨンは窓を開ける。風が入ってくる。カーテンが揺れる。あの夜と同じように。おばあちゃん似てる？声に出したことは一度もない。でも心の中ではいつも問いかけている。そしてきっと祖母はずっと見ている。日記帳の最後のページに書かれていたあの言葉とともに、次はその最後のページの話をしよう。日記帳の最後のページ、そこにはたった一行だけ書かれていた。あなたが幸せならそれでいい。それだけだった。長い言葉も教えも何もなかった。ただその一行がチヨンの胸を静かに満たした。祖母は30年かけて伝えようとしていた結婚の前夜の恐怖も、揺れる心のやり過ごし方も、愛することの重さも。でも本当に伝えたかったのはその一言だけだったのかもしれない。あなたが幸せならそれでいい。今日この話を聞いたあなたにも問いかけたい。あなたの人生にそっと寄り添ってくれた人は誰ですか？言葉にならないままあなたを見守り続けた人がきっといる。その人の声をもう一度思い出してほしい。祖母の引長は今もチヨンの枕元にある。開かれることなく、でもただそこにあり続けている。それで十分だった。